緊急速報。自称勇者が友人を担保に差し出し、妹の結婚式で豪遊した後全裸で戻ってくるという奇行が発生。教科書が隠蔽した借金踏み倒しの言い訳と友情の押し売り、その全貌を徹底追求します。皆さんこんにちは。深読みエンタメ国語対話のお時間です。見てください、この荒々しいタッチ。今日のテーマ、太宰治の走れメロスに合わせて友情の激しさをアートブレッドで表現してみました。どうです猫さん。 MCC、 これは友情というより産地が直送されたサイコホラーのキービジュアルですね。獅子がバラバラな構図は主人公が物理的にも社会的にも全裸になる社会的死の隠喩メタファーでしょう。ちょっとこれはキュビスムですって。感動のラストシーンを前衛的に描いただけですよ。実に見事な伏線ですね。この赤すぎる配色は動脈から噴き出す鮮血と債務不履行による炎上案件をデスマーチを暗示しています。つまりこの物語の真のジャンルは、もう怖い解説やめて。はい、時間切れ。本編行くで。さあ、ここからは物語の美しい皮を剥ぎ取り、骨の髄まで見分する真相究明インベスティゲーションのコーナーです。猫さん、準備はいいですか？MCC、 メスと顕微鏡、そして冷徹な計算機の準備は万端です。早速患者、作品を解剖台に載せましょう。うわー、目がマジだ。ではまず主人公メロスのキャラクター設定から監査をお願いします。冒頭、メロスはシラクスの後に入った瞬間に激怒し、王の暗殺を決意しますが、これは工業製品として見れば明らかな設計ミスです。設計ミス？正義感にあふれる熱血感じゃないですか。いいえ、状況確認もせずいきなり最高権力者へ殺意を向ける。これはセンサーが故障し誤作動で暴走したリコール対象の不良品です。なんて言い草だ。人間を欠陥家電みたいに言わないでくださいよ。カタログスペックには単純なお得とありますが、これは思考回路のショートを美化した表現に過ぎません。即座に回収廃棄されるべき個体ですね。もういいです。次は中盤。メロスは王城に忍び込みますが、あっさり捕まります。ここはどうですか？ここもひどい。懐に探検を入れてうろつくなど、ステルス明細もなしに敵陣営のど真ん中を歩くようなもの。 IT 用語に言えば IT 用語で言えばセキュリティ意識が欠如した重大な脆弱性、セキュリティホールです。ハッカーにどうぞ侵入してくださいとパスワードを公開しているようなものです。確かに隠すのが下手すぎましたけど、でも正直者ゆえの失敗というか。システム管理者の王からすれば、こんなバグだらけのプロセスは即座に強制終了、切る案件ですよ。処刑はデバッグ作業として正当です。デバッグ扱いしないで。じゃあ、感動的な身代わりはどうですか？親友セリヌンティウスを信じた究極の友情契約です。出ましたね。コンプライアンス的に最も炎上する事案です。友人の命を勝手に担保に入れる行為は企業法務の観点から見て。ちょっと待って、セリヌンティウスは無言でうなずいたんですよ。合意の上でしょう。無言は肯定ではありません。これは現場の空気を悪用した優越的地位の乱用、いわゆるパワハラ契約です。イシックという貴重な人的資本を私的なリスクヘッジに利用している。人聞きが悪いわ。ただのおにぎりじゃなくてただの友情やろが。六法全書で友情が測れるか。不合理、またその口調ですが MCC、 契約書に死刑の代打なんて条項があったら労基署が黙っていませんよ。うるさい。さあクライマックスです。メロスは山賊を倒し濁流を泳いで戻ってきます。この活躍文句ないでしょう。ここだけは評価しましょう。装備なしの状態で複数の敵ユニットを全滅する戦闘力。これは MMO でいうところの装備に頼らずプレイヤースキルだけで突破する異常な TPS チェックのクリアです。おそらく彼は乱数統制を行ってクリティカルヒットを連発していますね。いけーメロス、そのまま王城まで突っ走れ。間に合え。はい、ゴールですが MCC、 感動のラストシーンですが、金融工学の視点で見るとこれは大惨事ですよ。は？ハッピーエンドでしょ？何が大惨事なんですか？彼は衣装を捨ててマントを捨てて全労で帰還しました。得たものは王との友情のみ、つまり資産を全て失った自己破産、デフォルト状態です。は？借り入れで結婚式に散財し、仕事道具の探検を没収され、最後に服まで捨てた。マイナス収支です。学術的にはただの無一文ですね。あんたええ加減にしときや。MCC？ その服なんぼした思てんねん。ユニクロちゃうねんで。羊の毛買って糸紡いでお母ちゃんが夜なべしてつけた一丁羅やないか。それを重いから言うてポイして拾ってこい。今すぐ川戻って拾ってこい。王様が新しいマント。
王様のマントなんかで生活できるか。まず風邪ひくやろが。裸でうろうろしてあんた医療費のこと考えてんのか。国民健康保険証も持ってへんのやろ。病気なったら誰が面倒見るんや。セリヌンですか。あの子にも生活あるんやで。ごもっともです。はあ、ひどい話です。全労で破産して終わるなんて。はい、まさに大小の大きな勝利でしたね。でもここからが本当の地獄です。次はそんなメロスも知らない禁断のバックルームへ参ります。はあ、さっきまであんなに熱く語り合ったのに現実は待ってくれないんですね。おや、賢者タイムへの移行が早いですね MCC。 ですがネットの反応はもっと冷酷ですよ。今のメロスへの評価を見てみましょう。ネットの反応ですか？まさか感動したとか友情に泣いたじゃないんですか？甘いです。現代の若者はこう言っています。往復走るとか時間の無駄、ズームでよくね。これが現代の正義、タイパ至上主義です。身も蓋もない。走る過程に意味があるのに全部カットしろって言うんですか？さらに辛辣な意見もあります。友人を担保にする時点で親ガチャならぬ優ガチャ失敗確定。これが現代のロジックです。もうやめて、私の夢を壊さないで。じゃあなんでこんな残酷な話が教科書に載ってるんですか？実に見事な伏線ですね。それは学校教育が隠している生存バイアス詐欺をすり込むためですよ。生存バイアス？成功した人だけを見るってことですか？その通り。メロスは運よく間に合いましたが、その裏で何千人もの間に合わずに処刑されたメロスがいたはずです。しかし教科書はそれを載せない。確かに失敗したメロスの話なんて読まされたら誰も努力しなくなっちゃいますもんね。つまり無謀な努力でも死ぬ気でやれば報われるという嘘を教え込み、社畜適性を高めるための洗脳教材なんですよ。学術的にはそうですが解釈違いですね。ひねくれすぎですよ。猫さんにはそういう熱い情熱とか過去に何かなかったんですか？私にもありましたよ。中学2年生の時、ノート1冊に書き綴った黒歴史ノート中二病の遺産がね。意外。どんな内容だったんですか？やっぱり理屈っぽいヒーロー？タイトルは虚数空間の執行者。主人公が物理法則を書き換えて邪悪な王を論破だけで消滅させるという最強設定の自伝的ファンタジーでした。うわー、痛い。聞いてるこっちが恥ずかしくなるやつだ。で、それは誰かに見せたんですか？母に見つかりました。あんたこれなんやのと朗読された瞬間、私の精神は白クザの王より深く傷つきました。あれはデジタルタトゥーならぬアナログタトゥーです。それは辛い。だからそんなにひねくれちゃったんですね。じゃあ今の猫さんならこの物語をどう攻略します？現代的な RTA チャートを組むなら論理的撤退一択です。論理的撤退？戦わずに逃げるってことですか？はい。町に入って王様が乱心していると聞いた瞬間に U ターンして帰宅します。プレイ時間0秒。これが現代の最適解です。味気なさすぎるわ。それじゃ物語が始まらないじゃないですか。もっとこう建設的な解決策はないんですか？では最後にこの作品から導き出される現代世界で生き残るための究極のライフハックを展示しましょごくり。何ですかその究極の教訓とは？う。それは責任転嫁術スケープゴートプロトコル、名付けてメロス式逆ギレメソッドです。逆ギレメソッド？名前からして最悪なんですけど。遅刻しそうな時はボロボロの姿で現れて、川が氾濫した、山賊が出たと叫ぶのです。自分のミスを不可抗力の悲劇にすり替えれば相手は怒る気を失います。それただの言い訳ですよね。社会人がやったら一発で信用なくしますよ。いいえ、私を殴れと先に言うことで被害者ポジションを奪うのです。これが現代のマウント合戦を制する秘技ですよ MCC。 最悪の教訓やな。人間として終わってるわ。もういい。番組終わります。皆さんチャンネル登録しないと私が全裸で走りますよ。にゃーん。